はいどうもこんにちは。はじめまして、Ruby と申します。今回はプログラミング言語タイプスクリプトを使ってブロックチェーンのコードを書いてみたいと思います。はじめに注意なんですけども、私はブロックチェーンの専門家ではありません。初めての方でも全ては信じずに参考程度に見ていただけると幸いです。それでは早速やっていきましょう。では、今回改めて使うプログラミング言語はタイプスクリプトです。今開いている VS コードのこの画面で編集していきます。VS コード自体が何かわからないよって方は他の動画とかも用意してあるのでそちらをご覧ください。実行環境は有名な Node.js の進化版で Deno っていうのがあるのでそれを使っていこうと思いますけども、要はタイプスクリプトが動けば何でもいいです。Deno を使う理由はですね、準備がめちゃくちゃ簡単だからです。おすすめなのでこれはぜひ使ってみてください。その他ですね、動画の中で話していくとは思うんですけども、今日扱う題材としては、扱うデータは今私が適当に考えた暗号コイン、ビットバナナとでもしておきましょうか。名前はどうでもいいんですけどね。それの取引記録で、コイン残高の管理はですね、UTXO という考え方を使います。小難しいですね。さらに、ブロックチェーンを作るときにはですね、コンセンサスアルゴリズムという、もうこれも何やら難しそうなものを選ばないといけないらしいんですけども、今回はプルーフオブステークっていうものを採用してみます。もうブロックチェーンのことをまだ何も知らないっていう方はですね、とりあえず、大事なデータがブロックの中にどんどん閉じ込められていって、そのブロック同士がチェーンのようにたくさん繋がっていて、安心安全に守られているよっていう感じでイメージしておけば、この動画を見る上では全然十分だと思います。まずはブロックチェーンのブロックを設計していきます。適当にもうタイプスみたいなフォルダでも作っておきましょう。で、その中にブロック .ts っていうファイルを作りまして、タイプスクリプトね、あんまり興味ない人でも見てるだけでなんとなくわかると思います。ほんでもって、いきなりコードを書き始めていきますけども、タイプブロックイコール、ブロックに必要なのは、まずインデックスですね。何番目のブロックかを表すインデックスっていう変数が必要で、これは数字なので、ナンバーっていう型ですね。次にブロックが作られた時刻を表すタイムっていう変数で、これの型は、ストリングですかね。ここには2000何年何月何日にこのブロックが作られましたみたいな、そういう日付が入ります。で、プレビアスハッシュからいきましょうか。一つ前のブロックを表す、プレビアスハッシュですね。プレブハッシュとしておきます。これもタイプはストリングです。で、このブロック自体にも当然ハッシュっていうものが必要なので、名前はそのままハッシュですね。ブロックチェーンはですね、たくさんのブロックが連続で続いていくんですけども、その時にこのハッシュっていうものをどんどん次のブロックに受け継いでいくんですね。それが今上に書いたプレビアスハッシュとこのハッシュですね。このブロックから見て1個前のブロックのことがプレビアスハッシュです。で、ブロックの中に閉じ込めておきたいデータ本体ですね。これが一番大事。今回はトランザクション固定でいきましょう。トランザクションは英単語でそのまま書くと長いんで、よく TX ってなってますね。面倒なんで、正式名称も TX ってことにしちゃっていいですかね。ちゃんとやりたい人はですね、略さずにトランザクションって書いておいた方がいいかもしれないです。で、実はこのタイムのところとかも、長く書くならタイムスタンプって書いてたりするんですけども、自分は短い方が好きなんで、こんな感じでいこうと思います。とにかくブロックの中にはこのトランザクションっていうデータを閉じ込めておきます。タイプも TX 型にしておきましょう。で、最後にバリデータですね。このブロックが怪しいブロックではありませんよってことを、保証してくれる連帯保証人みたいなイメージでやってると思います。タイプはとりあえずバリデータ型です。はい。で、書き終わったんですけども、TX 型とバリデータ型なんていうものはタイプスクリプトの中にはもともと存在しないので、これから自分で作っていくことになります。今はこのエラー出てんのが鬱陶しいので、一旦コメントアウトしておきます。これでブロックチェーンのブロックの設計ができました。これは別のファイルからでも使いたいのでエクスポートしておきます。じゃあ次は、忘れないうちに、次は TX 型を設計します。新しいファイルで名前は TX と。で、エクスポートタイプ TX イコール、さっきから出てきているこのTX トランザクションって言ったんですけども、これをもう少し詳しく説明しておきましょう。これは取引の記録のことですね。太郎さんから二郎さんにいくらお金を送金しましたよとか、ネットショッピングしたからお店に何コイン払いましたよみたいな、そういう記録のことですね。
このデータを改ざんされてしまうと困るので、さっきみたいにブロックの中に閉じ込めて、ブロックチェーンの力によって守ってやろうっていう作戦です。まずは取引の番号というか ID があった方が便利だと思うので、 ID ストリングで ID を持たせておきます。取引のお金はどこから用意されたのかを記録するインプットと、結局そのお金はどこに行ったのか、どうなったのかっていうのを記録するアウトプットの2つを持たせておきます。入金と出金っていう呼び方で合ってんのかちょっとわかんないですけども、とりあえずコメントはそうしておきますね。はい、インプットはインプット型、アウトプットはアウトプット型です。で、多分インプットも一つじゃないですし、アウトプットも一つじゃないことが多いので、どっちも配列にしといた方がいいかなと思います。なので、インプッツとアウトプッツにして、角括弧をつけて配列にしておきます。はい。で、インプット型もアウトプット型もまだ存在しないので、後で作っていこうと思うんですけども、自分どうしてもエラーが気になっちゃう症候群なので、コメントアウトしておきます。これで、一旦 TX 型が完成したので、さっき作ったブロックの中に、この TX のコメントアウトを解除して TX 型をインポートしておきます。よし、エラーが消えましたね。じゃあ今度はどうしよう。バリデータ型も作って同じようにこいつも助け出しますか。新しいファイルを作って、バリデータとエクスポートタイプバリデータイコールバリデータっていうのはですね、さっきも言ったんですけども、こう何かあった時に責任を取ってくれるおじさんのことです。おじさんかわかんないですけども。で、まずそのアドレスですね。アドレスっていうのは住所のことですね。そのおじさんが住んでいるところ。型はストリングですね。で、シグネチャー、ストリングっていうのもあって、そのおじさんのサインですね。あなたここにちゃんと名前書きましたよねみたいな証明するための、署名ですね。で、トークン、ナンバー。これは掛け金ですね。もしも悪いことが見つかってしまった時に、このおじさんからこのトークンっていうお金が没収されます。これも難しいんで後でもうちょっと詳しく説明します。バリデータおじさんはこれで完成かな。初めての方からするとね、まだこいつは一体何者なんだっていう感じだとは思うんですけども、後からだんだん正体が分かってくるはずです。ブロックチェーンっていうのはいっぱい作り方があって、今回作ろうとしているプルーフオブステーク型のブロックチェーンというものでは、このバリデータおじさんがとても重要になってきます。今話した感じだと、お金を没収されたりとか、かわいそうな人に聞こえたかもしれないですけども、基本的にはですね、悪いことさえ起こらなければ、このおじさんたちがどんどん手数料で儲かっていく、ほぼ何もしなくてもコインが溜まっていくような人たちになっています。その代わり何かあった時には責任を取って、今言ったような罰が与えられるっていうような仕組みになっていますね。ざっくりと言うとそんな感じです。じゃあブロックのファイルに戻って、これでバリデータもエラーにならないので、インポートしてコメントアウトを解除しておきます。そしたら、まだ作ってないのが、TX の中にさっき書いたインプットとアウトプット型ですかね。じゃあインプットからいきますか。新しいファイルでインプットとしまして、エクスポートタイプインプットで、ここにはお金を払う人の情報ですね。これ大事な情報なので、まず何時何分かっていう時刻をここにも入れておきましょう。タイムでストリング型ですね。で、from ストリング。これは、お金を払う人の住所ですね。さっきバリデータおじさんの時にもさらっと流しちゃったんですけども、ブロックチェーンだとよくこのアドレス、つまり住所ですね、を使って人を表すみたいですね。人を表すというか、お金のありかを表しているみたいなイメージで、財布のマークとかで表したり、よく英語でウォレットって言ったりしますね。で、最後にシグネチャー。これもさっき出てきたんですけども、取引のサインのことですね。本当にお金払っても大丈夫ですかみたいな。よろしければここにお名前をお書きくださいみたいな。そういうサインあると思うんですけども、そのサインがここに入る予定です。はい、これでインプットが完成。そのまま次はアウトプットも作りましょう。新しいファイルを作って、アウトプットと。エクスポートタイプアウトプットイコール、to ですね。お金の行き先のことです。新しくお金の持ち主になる人のことです。誰から誰へっていう情報のうち、さっきインプットで誰からっていう from 書いたと思うので、こっちには誰へっていう情報を書きます。これも中身は当然、住所とかアドレスが後で入ることになります。で、アマウント、金額ですね。
この人がいくら受け取るのか。これは、数字なので、ナンバーにしておきましょう。最後に、フィーという変数も付け足しておきます。これは手数料ですね。5円とか10円とか、ちょこっとした金額で、バリデータおじさんにあげるお金のことです。払う方からしたらもったいないかもしれないですけども、一応これでブロックチェーンのサービスが成り立っていくっていう感じになってますね。よし、アウトプットも完成しました。じゃあ TX のファイルに戻って、確か両方ともそうだよね。はい、コメントアウトしてあったので解除していきます。で、今作ったインプットとアウトプットのファイルを参照してきて、はい、これでエラーが消えましたね。これで、今のところ後回しになっていた設計は全部終わったのかなと思うので、次はブロックチェーンにブロックをどんどんつなげていくための処理の流れを作っていきます。そしたら新しいファイルを作りましょう。ここから先は関数を作っていくので別のフォルダーも作っておきますか。なんでもいいですけど、ファンクションズとかにしときますかね。はい、で、まずはカルクブロックハッシュからいきましょう。カルクブロックハッシュですね。ここではブロックのハッシュっていうもの、さっきも少し出てきましたけども、それを計算するための関数を作ります。ハッシュっていう言葉がこれで何回か出てきているので、簡単に説明しておくと、あるデータがあった時にですね、それをギュッとして、シュッと変換して、例えばこんなぐちゃぐちゃな文字列みたいな、数値配列とかを作り出すことをハッシュ化って言いますね。これ大事なポイントが4つほどあってですね、元のデータが大きくても一定のサイズまでは小さくできること、何回やっても元が同じだったら同じハッシュ文字が出てくること、で逆に、ハッシュ文字から元のデータに変換することはできないこと、でこれは暗号化とか圧縮とか似てるけどそれとはまた別のものだよということです。この最後が意外と大事だと思うんですけども、ハッシュ文字ってなんかぐちゃぐちゃになってるんで、これ暗号になったんじゃないかっていう風に勘違いしやすいですけども、ハッシュは暗号とはまた別のものです。では、何のためにこんな文字、もしくは数値とかでね、なるのかっていうと、例えば一つの使い道はデータを比べるときに使うんですね。元のデータが大きすぎる時とか、このデータとこのデータが本当に同じものかどうかっていう時に全部隅々まで調べていたら時間がかかりすぎることがよくあります。そこでお互いを一度ハッシュ化して、このハッシュ同士を比べることで、元が同じデータだったんだなということを知ったりできますね。ハッシュ値っていうのは人間が見やすいように文字で表している時もあれば、コンピューターが使いやすいように数値のままになっていったりすることもあります。ブロックチェーンでは一つのブロックの情報をそれごとギュッとしてハッシュ化して、そのブロックの中自身とか、次のブロックの中とかに、ハッシュを入れておいたりしますね。それがブロックにとっての名詞っていうんですかね。伝わるかわかんないですけども、私こういうブロックでしてみたいな、こういうデータを持っております、ブロックと申しますみたいな、そういう簡単な名詞として、使われるみたいな感じの仕組みになっています。今回はこんな感じでブロックの中のほとんどのデータを文字として順番につなげていって、その文字をハッシュに変換して使おうと思います。とにもかくにもよくわからんかった人はここはコピペで大丈夫です。ではコードを書いていきます。まずは必要なものをインポートしておきまして、ファンクションだ、エクスポートエイシングファンクションですね。軽くブロックハッシュで、戻り値はプロミスのストリングとかですかね。で、引数がとりあえずブロックの中身全部コピペしてきて、ハッシュだけ消したもの、コンスト str イコールインデックスを to ストリングで文字列にしたものと、タイムはそのまま連結して、プレブハッシュもそのまま連結、tx は JSON ストリンギファイっていうのを使って、JSON 文字列にしておきましょう。バリデータも同じように、JSON ストリンギファイで JSON 文字列にしちゃって、でこれら全部つなげた文字を一気にリターン、await でハッシュですね。はい、ブロックのハッシュを計算できるようになりました。ちょっとコードの説明が大雑把だったかもしれないですけども、気になったら個別で質問していただくか、概要欄の URL からコードを見れるようにしておきますので、そちらを参考にしてください。ブロックのハッシュさえ計算できるようになったので、新しいブロックを作っていくことができます。もう一回おさらいしておくと、一つのブロックの中に入れておく情報は、インデックス何番目のブロックか、
これは一つ前のブロックがあればすぐわかりますね。で、タイム、ブロックを作った時の時間なんで、これは現在時刻とかが分かればそのまま使えるので余裕です。プレブハッシュ、前のブロックのハッシュなので、これも一つ前のブロックがあればすぐ分かります。ハッシュですね。このブロックのハッシュは今計算できるようにしたばっかりなので大丈夫です。TX、トランザクション、取引のデータでしたね。これは私たちが考えるものではなくて、取引をするその本人たちがその時になったら教えてくれるものなので、今はほぼ無視で大丈夫です。で、バリデーターおじさんってやつですね。これもバリデーターさんが教えてくれる情報なので、こちらで用意しなくても大丈夫です。じゃあ改めて関数を作っていきましょう。クリエイトブロックファイルを作って、必要なものをインポートしておきます。新しいブロックを作る。エクスポート async ファンクションクリエイトブロックで、戻り値はプロミスのブロック型ですね。メソッドの引数を決めます。まずは一つ前のブロック、プレブブロックが必要ですね。一つ前のブロックはその時その時によって変わってくるので引数にしておきましょう。次に TX、取引の情報ですね。これも後から決まるものなので引数でしたね。で、バリデータ、これも引数っていう話でした。引数はこれで十分ですね。あとは自分で計算しなくちゃいけないものですね。まず、タイム、現在時刻っていうのはですね、タイプスクリプトだと new date っていうのを ISO ストリング型に変換するメソッドがあるので、それを使えば OK です。で、インデックス、何番目のブロックかっていうのは、引数で渡された一つ前のブロックのインデックスを取得して、それに1足せばいいだけです。で、ハッシュはですね、火力ブロックハッシュ関数っていうのがあったので、それを使って手に入りますね。はい、これで必要な情報が全部揃ったので、新しいブロックオブジェクト、ニューブロックを生成して、はい、リターンと。これで新しいブロックを作り出す仕組みが整いました。あとは取引、誰かが取引してくれるのを待つだけなんですけども、その前に一つだけ、忘れてはいけないことがあってですね、最初のブロックを作っておくことです。さっき何気なく新しいブロックを作るためには一つ前のブロックの情報が必要ですよとか言ってたんですけども、一番最初のブロックはですね、一つ前のブロックなんてないので、これは自力で、手入力して作っておく必要があります。このブロックのことを特別なブロックでジェネシスブロックと言います。そしたらですね、データベースを使っているような雰囲気を出すために DB っていうフォルダを作って、でその中にブロックチェーン .json っていう JSON ファイルを作っておきます。本物のデータベース用意するのはめんどくさいんで、これがこうデータベースの役割をしてくれますよみたいな感じのファイルですね。まずはですね、今からここにたくさんのブロックが入っていくので、その入れ物になる配列を作ります。ほいほいと、こんだけですね、空っぽの配列を表して、その間にジェネシスブロックを表す波括弧、これがブロックですね。で、ブロックの中身の情報を書いていきます。まずはインデックスですね。何番目のブロックか。これは0でいいでしょう。1でもいいとは思うんですけども。で、タイム。このブロックがいつ作られたかっていう時刻なんですけども、これも適当でいいですね。1995年1月1日、00時00分、00秒みたいな感じにしておきましょう。プログラミング言語の Ruby が生まれた年とかにしておきましょう。プレブハッシュ。これは一つ前のブロックのハッシュですね。それはないので、空文字でいいです。で、ハッシュ。これも一旦空文字かな？はい。で、TX、トランザクションは、トランザクション型なので、これは波括弧ですね。で、中身は何でしたっけ？ ID と空文字ね。インプッツ。で、これは空っぽの配列。アウトプッツ。空っぽの配列ですね。その次のバリデータも、波括弧にしといて、バリデータ何があったかっていうと、アドレスですね。空文字にしときましょう。で、シグネチャー。これも空文字ですね。で、トークンですね。これも0にしときましょう。見てもらったら分かる通り、とりあえず空っぽみたいなデータを入れておけば何でも OK です。はい、で、ハッシュのところだけ空文字にしたんですけども、一応ちゃんと計算してきたところ、こんな文字列になりました。別に空文字のままでも動くんですけども、ちょっとだけリアリティを出すために、入れておこうと思います。はい、これでブロックチェーンの基本構造の完成です。
これで一応ブロックチェーンとしての作り自体は準備が終わっているんですけども、実際に何かやってね、動かしてみた方が、どうやって使えばいいのかっていうもっとイメージがしやすくなると思うので、この後の後半戦では仮の取引データなんかを作ってコインを送ったり受け取ったりしながらブロックチェーンにブロックを追加していくような様子もコードで書いていきたいと思います。さあ、それでは後半戦です。太郎さんから花子さんへコインを20枚ほど送ってみましょう。コインは普通ウォレット、つまり財布の中に入っているので、太郎ウォレットから花子ウォレットへコインを送るってことになります。まずは取引を表すトランザクション TX の中身を組み立てていきます。取引 ID は他と被らなければ何でもいいんですけども、ランダムな UUID っていうものがありますね。例えばですけども、こんな感じの意味不明な長い文字列が手に入ります。こんなの絶対他と被るわけがないですよね。詳しい説明はしないんですけども、数学的にもちゃんと、ほぼ絶対被らないっていうことが証明されているので、今回はこの UUID を使います。インプットの情報も決めておきましょう。時刻は普通に現在時刻を使うとして、誰からっていうデータには、太郎ウォレットのアドレスですね。そのまま太郎ウォレットっていうのにしていきます。ここにはですね、実際には公開鍵っていうものをこねくり回して、ハッシュ化してベース58エンコードしてみたいな、他の人に乗っ取られないような複雑なアドレスを作るんですけども、今それをやっちゃうと無駄にややこしく見えてしまうので、説明上はシンプルに太郎ウォレットでいきたいと思います。署名っていうところにもですね、太郎さんのサインが入るんですけども、これも秘密鍵と公開鍵の知識が必要になってくるんですけども、ぶっちゃけブロックチェーン自身とはそこまで関係ないので、説明は省かせてください。はい、今は私は太郎です。コインを花子さんにあげることに同意しますとかなんとか、デタラメな文章で済ませることにしましょう。実際もこういう意味で合ってます。アウトプットの情報も必要ですね。誰に送るかって言えば、花子さんなので、先ほどと同じ理由でシンプルに花子ウォレットとしておきます。金額はコイン20枚なので20、手数料はコイン3枚とかにしておきましょうか。これで太郎さんは花子さんに送ったコイン20枚と取引手数料として払う3枚の合計で23枚のコインを失ってしまうことになります。はい、これでトランザクションを組み立てる情報が揃いました。実際にコードを書いていきましょう。createTX っていうファイルを作ります。インポートしておくものはインプットとアウトプットと TX ですね。TX を作る。エクスポートファンクションの createTX 戻り値は TX。取引 ID、コンストの TXID イコール、クライプトのランダム UUID ですね。はい。現在時刻はコンスト now イコールニューデートの toISO ストリングと。はい、インプット情報はコンストインプッツ、インプットの配列で、配列の中身に、タイム、現在時刻は now ですね。で、from どこから送るかは太郎ウォレットですね。シグネチャーは、さっき言ってたやつですね。私は太郎です。コインを花子さんにあげることに同意しますと。で、アウトプット情報、コンストアウトプットの配列、イコール、はいはい、で、to が花子ウォレット、で、アマウントが20、で、フィーが3ですね。で、TX を組み立てます。コンスト TX の TX 型で、ID は TXID、インプッツは上で作ったインプッツ、アウトプッツもアウトプッツと。で、リターン TX ですね。はい。OK。じゃあ、次はバリデータを募集しましょう。バリデータの候補として、山田さん、田中さん、斉藤さん、渡辺さんの4人を用意します。この中から選ばれた1人だけが取引のチェックをして責任を持つことになります。新しいファイルを作りましょう。pickwinner.ts という名前にしておきました。必要なものをインポートして、エクスポートファンクション pickwinner で戻り値はバリデータですね。で、中身ですが、山田さん、コンスト v1 のバリデータイコール、アドレスが山田ウォレットですね。で、シグネチャーは
私は責任を持って取引をチェックしますとかなんとか書いておきましょう。で、トークン1ですね。このトークン1っていう部分がすごく大切です。どう大切かは後でもう一度説明します。で、田中さんと斉藤さんと渡辺さんの3人も作っておきましょう。田中さんが、トークンが2ですね。で、斉藤さんのトークンは3。渡辺さんのトークンは4にしておきましょう。はい、これで、4人のバリデータの候補が集まりました。そしたらいよいよ大詰めです。くじ引きをしてバリデータを1人だけ決定します。くじの中身はこんな感じ。コンスト、キャンディデーツのイコール V1、V2、V2、V3、V3、V3 の V4、V4、V4、V4 と。これはどういうことかっていうとですね、山田、田中、斉藤、斉藤、斉藤、渡辺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 みたいな、そういう風に書いた棒をこう混ぜて一つ取り出して名前が書いてあった人が当たりっていうことですね。山田さんは一つしか名前がないので当然当たりにくいんですけども、渡辺さんは4つも名前が入っているので当たる確率が高いです。なんでここが不平等になっているのかっていうと、ここでさっき決めたトークンの数字が関係してきます。山田さんのトークンは1でしたね。それに対して渡辺さんのトークンは4でした。ここでいうトークンっていうのはですね、それぞれがかけるお金のことですね。山田さんは1コインだけかけていて、渡辺さんは4コインかけています。万が一ブロックチェーンで悪いことが見つかった時にこのコインが没収されるんですけども、つまりたくさんお金をかければかけるほど、このくじ引きで当たりの人になる確率が上がるけども、その代わり悪いことがあった時に没収されるお金も増えるっていうことですね。ではなぜですね、そこまでしてみんなこの当たりの人、バリデータになりたいかというとですね、手数料をもらえるからですね。太郎さんから花子さんへ20コイン送るときに手数料の3コインがあったんですけども、今この4人の中からくじ引きで選ばれてバリデータになった人にあの3コインがプレゼントされます。ブロックチェーンはですね、誰か決まったリーダーがいるわけではないんで、こういう仕組みを作って責任感が強い人がバリデーターとして選ばれやすいようになっています。だからといって毎回同じ人が選ばれてしまってはそれはそれで困るので、こうやってくじ引きにすることで確率は高いけど絶対バリデータに選ばれるっていうわけではないよという風にしています。バリデータに選ばれた人は絶対に自分のお金を没収されたくないじゃないですか。なので取引をよくチェックします。太郎さんと花子さんが怪しい取引をしていないか、その内容は矛盾してないかとか注意深くチェックすることになります。今回はさすがにそこまで細かくはチェックできないので、とりあえずバリデータを1人くじ引きで選んで、そのコードだけ書いて取引のチェックとかはちゃんとやってもらったよということにして次に進みましょう。くじをランダムに1つ取り出します。コンストランダムインデックスイコールマスのフロアの、マスランダムのキャンディデイツのレングスと、コンストウィナーイコールキャンディデーツのランダムインデックスですね。で、ログで出しときましょう。コンソールログの変数で、winner.address がバリデータに選ばれましたと。リターン winner とね。これでバリデータを選ぶ処理も完成です。それではついに新しいブロックが誕生します。動画の前半で作った新しいブロックを作るためのメソッド、覚えていますでしょうか？クリエイトブロックっていうメソッドですね。引数として必要だって言ってたものは一つ前のブロックと tx それからバリデータの3つでした。そして今それらが全て揃いました。一つ前のブロックというのはジェネシスブロック、さっき手作業で書きましたね。tx もさっき作ったし、バリデータは今一人くじ引きで選ばれるようにしました。それでは、そういったものをコードで表して実際に新しいブロックを作っていきましょう。main.ts というファイルを作ります。そして今まで作ってきた必要なものをすべてインポートしておきましょう。こんな感じね。async function main でカッコで中に処理を書いていきましょう。まずは tx を用意します。コンスト tx イコール createTX、 さっき作った関数ですね。でくじ引きでバリデータを選び出しましょう。コンストバリデータイコールピックウィナー。一つ前のブロックを取得します。ちょっと長いですけども、コンストファイルイコール、ブロックチェーンの JSON、レッドテキストイコールアウェイトのでの、
リードのテキストファイルと。で、コンストブロックス、ブロックの配列は、JSON のパースのテキストで、コンストプレイブブロック、一つ前のブロックはブロックスの、一番最後なので、ブロックスレングスの、はい、1ですね。新しいブロックを作成することです。コンストニューブロックイコールawait の、クリエイトブロックで、必要なものはプレイブブロックと tx とバリデータですね。よし、でブロックチェーンに追加しましょう。ブロックスにプッシュ、ニューブロックでテキストイコール JSON ストリンギファイの、ブロックスの2ですね。でコンストオプションで、アペンドがフォールス、クリエイトがフォールス、この辺は関係ないです。で await での .write テキストファイルでファイルテキストオプトと。はい、ところどころ長いコードの説明は省きましたけども、大事なところではないです。やったことはコメントで書いた通りですね。細かいことは置いておいて、早速今作ったメイン関数を実行してみましょう。このコマンドで実行できます。はい、実行が終わったみたいです。コンソールを見ると、山田ウォレットがバリデータに選ばれましたと出ているので、どうやらなんと奇跡的に山田さんがくじ引きで選ばれたみたいですね。まあそういうこともあります。そして何より気になるのがブロックチェーンのファイルですね。ブロックチェーンのファイルを見に行くと、うまくいってますね。ジェネシスブロックの次に新しいブロックが追加されています。中に閉じ込められたデータを見てみると、太郎さんから花子さんに20コインを送ったっていうことがわかりますね。バリデータもさっき見た通り山田さんが選ばれたようですね。せっかくブロックチェーンが完成したので、もう一回だけ実行してみます。はい、実行してきました。するとですね、ブロックがもう一つ増えてますよね。で、今追加されたブロックは、一つ前のブロックを元に作られているので、例えば、誰かが途中のブロックを勝手に嘘の情報に書き換えたとしてもですね、その次のブロックの中にもう一つ前のブロックの情報とかハッシュが入ってしまっているので、そこを順番にチェックしていくと一発で矛盾が見つかってしまうんですね。こういう仕組みのおかげでブロックチェーンっていうのは後からデータを書き換えることが難しくなっていますし、ガチガチに中央で管理したりとか、リーダーがみんなに命令して作っているわけでもないのにちゃんと成り立つっていうこの仕組みってすごいですよね。発明した方は本当に偉大だと思います。ブロックチェーンはこうやってデータを守っていくだけなので、コインのやり取り以外にも当然応用できるはずなんですけども、こうやって今もうすでに存在しているもののコードを真似して書いて、自分で作ってみるのも楽しいし、とてもいい勉強になった気がします。最後にですね、今日使ったプルーフオブステークっていう方法のブロックチェーンについて、私の方からほんの少しだけ追加の説明と皆さんへのクイズがあります。ブロックチェーンにはいろんな作り方がありますけども、世界で最初に発表されたプルーフオブワーク POW という方法はですね、少し問題がありました。それは莫大なエネルギー、電力エネルギーを消費して地球にとってはエコではないということです。有名なビットコインで使われている仕組みがまさにそれなんですけども、よくビットコインの話とかで芸能人がマイニングやってますよとか聞いたことがあるかもしれないですね。あれはたくさんのパソコンが動き続けることが前提で成り立つブロックチェーンだから出てくるもので、当然エコではないんですよね。たくさんの労力をかけてようやく一つのブロックができるので、簡単にブロックがどんどん置き換えられて作られていきませんよっていう仕組みが最初に発明されたPOW でした。後からやべえって気づいたわけではなくて、最初からそういう問題があると分かった上での仕組みですね。さて、そして今日やったプルーフオブステークっていう新しい仕組みなんですけども、そういう問題を解決するために作られました。 POS は比較的エコです。世界中でたくさんのパソコンがマイニングするわけではなくて、信頼できるバリデータをくじ引きで1人選ぶだけのエネルギーで新しいブロックを追加していくことができるっていう画期的な方法です。しかし何事にもメリットとデメリットがあるものです。さて、ここでクイズですけども、今日やった POS のデメリットとはどういうところでしょうか。答えを言いますね。いろいろあるとは思うんですけども、一番分かりやすいデメリットはお金持ちが有利になってしまうことです。お金持ちの人にとってはちょっとお金が没収されるぐらいっていうのは大きなダメージではないので、どんどんお金をかけて、でくじに当たる確率が高くなって、そしてお金持ちばっかりがバリデータに選ばれてしまって、そして手数料がもらえるから
何もしなくても手数料だけでどんどん儲けていくことができます。いわゆる貧富の差がどんどん広がっていくってことですね。いや、それはすごく困った問題だ。じゃあ POS ダメじゃんってなりそうなところなんですけども、よくよく考えると現実世界のお金だって同じようなもんだって気づきますよね。お金持ちはさらにお金持ちになりやすくて、貧乏な人はいつまでもさらに損をしていきますっていう風に考えると、ある意味こういうコインとかお金の宿命なのかなとも思いますけども、じゃあただ仕方ないやと言って諦めるわけではないです。世界に頭のいい人たちがいっぱいいて、この POS をさらに進化させていこうとしています。POS の2世代目はですね、コインエッジっていう仕組みが考えられました。コインがまるで人間のようにどんどん年を取っていくっていう仕組みです。そこを聞いただけでももう面白いですよね。これはどういう仕組みなのかっていうと、例えば同じ100円のコインだとしても、長い間コインを持っているとコインがどんどん年を取っていって偉くなっていくんですね。で、年を取ったコインの方が価値が高くなるっていう、そういう仕組みです。この年を取ったコインを使えばもっとくじ引きで当たりやすくなります。で、くじ引きで当たった人はそのコインが若返って一気に年を取るのをやり直しですね。こんな感じで、なかなか当たりを引けない人でもしばらく我慢していればどんどんコインが年を取っていって当たりやすくなっていくよっていう仕組みですね。さて、ここでもいきなりクイズです。この POS2 代目のデメリットは何だったでしょうか？正解は誰もコインを使いたがらなくなってしまうことです。ここで起きた問題は、コインに年を取らせたいからずっと貯金してみんなが溜め込んでしまうことなんですね。これは致命的ですよね。誰もコインを使わないんだったら何のために作ったんだっていう話になってしまいます。それではいけないっていうことで、またルールを追加します。コインが年を取っていくっていう仕組みは残したまま、今度はコインをよく使っている人、頻繁にコインをよく使っている人もポイントが貯まりやすいっていうような仕組みですね。これにはプルーフ・オブ・インポータンス、POI っていう新しい名前が付けられています。だんだん複雑な話になってきてしまいましたけども、とりあえず今のところはこんな感じのところでいろいろ模索中らしいです。まだ決まった答えは出ていなくてですね、例えば大企業のマイクロソフトが考えたプルーフ・オブ・オーソリティ POA では、もうバリデータをくじ引きで選ぶっていうこと自体をいっそのこと諦めて、もう信頼できそうな大企業とかをいくつか集めて、みんなで多数決とか取りながら運営していこうという方針になりました。結局リーダーを作ってしまおうっていう話ですね。はい、そんな感じでまだまだ進化の途中であるブロックチェーン、これからどうなるのかは誰にもわからないと思いますけども、学んだことは無駄にはならないと思いますので、ぜひ皆さんも自作ブロックチェーンに入門してみてはいかがでしょうか。というところで、長い動画でしたけども最後までご覧になっていただき本当にありがとうございます。よろしければ高評価お願いします。また別の動画も出していこうと思うので、興味がある方はチャンネル登録もお願いします。それでは本日はお疲れ様でした。またお会いしましょう。バイバイ。